エアダクトがついているはずですが、何もありません。スイッチがついているはずですけれども、見当たりません。おはようございます。相対外改造機の細です。FF ヒーターのついていない軽キャンのインディ727に FF ヒーターを取り付けたいと思っておりますが、今回は FF ヒーターの説明と FF ヒーターのついていないインディ727の現状についてお伝えしたいと思います。これからもキャンピングカーの動画を配信していきますので、チャンネル登録お願いします。はい。こちらはキャンピングカーのマッシュですけれども、こちらに FF ヒーター、ベバストヒーターのダイヤルスイッチがあります。まず、FF ヒーターについて説明させていただきます。FF ヒーターとは、フォーストドラウトバランスフルーシステムの略で、私は学生の頃から英語が苦手でネイティブな発音は一切できませんので、スマホのアプリで読ませると Forced Draft Balanced Flue Systems 直訳すると強制通風バランスエンドシステムとなりますが、強制給排気システムのことで、フォーストドラウトバランスフルーシステムのフォーストフルーの頭文字を取って FF ヒーターということだと思います。 FF ヒーターというのはどうも日本だけの呼び方のようで、日本工業規格 JIS 規格の家庭用燃焼機器用語に強制排気式に FE 式、強制給排気式に FF 式の記載がありますので、日本の強制給排気式ヒーターから FF ヒーターと呼ばれるようになったのだと思います。ちなみにベバストジャパンのホームページには FF ヒーターではなくてパーキングヒーターの記載になっています。 FF ヒーターもパーキングヒーターも呼び方が違うだけで同じ暖房装置になります。こちらはリアエアコンのファンのスイッチで、車のエンジンが動いている時だけこちらのスイッチを入れると、こちらからエアコンの風が出てきます。ですが、もちろんエンジンが止まっている時には使うことができません。それに比べ、こちらの FF ヒーターのスイッチを入れると、エンジンが止まっている時にも暖房を使用することができます。こちらはベバストヒーターのダイヤルスイッチですけれども、特にメモリがありませんので、どこが何度かよくわかりませんが、私はだいたいここが20度、ここが15度と、だいたいの目安をテプラで貼っております。この位置は車種によって変わってきますので、自分のキャンピングカーに合った位置を探す必要があります。ですので、こちらのダイヤルスイッチはだいたいの温度設定しかできませんし、タイマー機能もありません。最新のベバストヒーターにはこちらのマルチコントロールスイッチを取り付けることもできます。こちらのマルチコントロールスイッチは厚みも薄く、今は接続していませんので表示されていませんが、こちらに液晶画面があり、数値で温度設定も可能ですし、タイマー設定もできるため、日々のメンテナンス運転にとても重宝し、人気があるスイッチです。FF ヒーターが起動すると、こちらとこちらの吹き出し口から温風が出てきます。こちらの吹き出し口は角度の変えれる吹き出し口になってますので、自分の好みによって向きを変えることができます。出てくる温風はかなり高温になりますので、例えばプラスチックなどを吹き出し口の前に置いてしまうと、プラスチックが溶けたり曲がったりしてしまいます。吹き出し口の前に物を置くと大変危険ですので、吹き出し口の前には物を置かないようにお願いいたします。またこちらは FF ヒーターの空気の取り入れ口です。ここを塞いでしまうと FF ヒーターがオーバーヒートしてしまいますので、こちらの空気取り入れ口の前に物を置いて、こちらを塞いでしまわないように注意をお願いいたします。こちらが FF ヒーター本体になります。
こちらの FF ヒーターの中で燃料を燃焼させて FF ヒーター自体を加熱し、こちらから空気を取り入れて、こちらから温風が各箇所に回っています。燃焼用の空気は車両の外から吸い込んで、排気ガスは車両の外側に出ていきますので、大変安全な暖房装置になっています。キャンピンカーのマッシュの方で FF ヒーターの説明させていただきましたけれども、次にケイキャンインディ727の現状について説明させていただきます。こちらのケイキャンインディ727ですが、現在 FF ヒーターがついておりません。FF ヒーターの吹き出し口が見えますが、こちら実際には FF ヒーターにはつながっておりません。FF ヒーターがついている場合は、こちらに FF ヒーターにつながる温風のエアダクトがついているはずですが、何もありません。インディ727は新車購入の時にオプションの FF ヒーターを選択すれば FF ヒーター付きのインディ727が購入できるのですが、最初に購入された方がオプションの FF ヒーターを選択されなかったようで、FF ヒーターがついていればこの辺りに FF ヒーターのスイッチがついているはずですけれども、このインディ727には見当たりません。インディ727はこちらのパネルを外すと、こちらにサブバッテリーがあります。FF ヒーターのオプションを選択すると、この下、この板の下に FF ヒーターの本体がつくはずです。一旦サブバッテリーを取り外しますので、メインバッテリーのマイナス端子を外していきます。こちらがプラスですね。この奥がマイナス。こちらがプラスです。ハンドルの紐を取り付けるとこあるんですけど、ハンドル自体がもうないので、持ち運ぶのが難しいです。こちらに後から取り付けたガス抜きホースがあります。今はこの下に何もありませんけれども、オプションの FF ヒーターはこちらにつくはずですので、私もこちらの方に FF ヒーターを取り付けたいと思っております。こちらに先ほどお話しした吹き出し口につながる穴ももうすでに開いてますので、FF ヒーターをこちらに取り付ければ、エアダクトをこの穴を通して、この端を通してこちらの吹き出し口につなぐことができます。取り付け予定のうちのインディ727は、車検証によると初年度登録が平成22年になります。西暦で言うと2010年なんですが、今回インディ727には私の個人的なベバストヒーターのコレクションの中から2010年前後に製造された中古のベバストヒーターを取り付けようと思います。2004年、これは2007年、これは2011年、2010年、これぐらいかな。これは2011年、これは2011年。こちらのエアトップ 2000ST になりますが、12V のガソリン用の FF ヒーター、こちらを取り付けたいと思います。まず FF ヒーターを取り付ける前にお伝えしないといけないことがあります。ベバストおよびエバスペヒャー両社では、お客様自身で FF ヒーターの取り付けや分解掃除することを禁止しております。私は
NC 福山 .com の店名で FF ヒーターの本体及び部品の販売をしておりますので、その関係でベバスト及びエバスペア両社の FF ヒーター取り付けの講習を受け、取り付けの資格をいただいておりますけれども、 FF ヒーターの取り付けは可燃性の燃料を扱うことの危険性や FF ヒーター自体が高温になるため、取り付け方法を間違っていると取り付け部分が焦げたりしてしまいます。また取り付け方に問題があると排気ガスが車内に入ったり点火不良を起こすことがありますので、ベバストヒーターまたはエバスペアヒーターについてはお近くの正規取扱店に取り付け及び修理のご依頼お願いいたします。なお現在当社ではキャンピングカーのレンタル事業に注力するため FF ヒーターの取り付けや修理は受け付けておりませんのでご了承お願いいたします。こちらはインディ727に取り付け予定の中古のベバストヒーターエアトップ 2000ST になります。こちらは10年ほど前の FF ヒーターですけれども、それより前の機種がエアトップ 2000S、 形ほとんど変わりませんが、こちらが最新のベバストヒーターエアトップ 2000STC になります。こちらのエアトップ 2000ST までは主にこちらのダイヤルスイッチが使われていましたが、こちらのエアトップ 2000STC から液晶パネルのついたマルチコントロールスイッチが取り付けできるようになりました。こちらの STC からはこちらのマルチコントロールスイッチがタイマーもついていてとても便利だと思います。こうしてみると 2000、2000S、2000ST、2000STC とベバストヒーターはかなり改良が進んでおります。途中エアトップエボ2000と書かれたベバストヒーターがありますが、こちら大きく分けるとエアトップ 2000ST になります。今回こちらの4種類で説明させていただきます。もうこの古い2000についてはまず目にすることがないと思いますが、全体的な形が2000から 2000S で変わりました。それからこの 2000S からこの 2000ST への一番大きく変わったところは、こちらのエアトップ 2000S は基板が丸見えですけれども、こちらの 2000ST は基板が見えないようになっています。こちらの 2000ST は防水仕様になっていて、中のコネクターなども防水コネクターに変わっています。ですのでこちらの 2000S は車内にしか取り付けることができませんが、こちらの 2000ST からは防水仕様のため車内に取り付けのスペースが見当たらないときには床下などの車外に取り付けることも可能となりました。こちらのエアトップ 2000ST からこちらのエアトップ 2000STC に変わったことで、マルチコントロールスイッチがつくようになっただけでなく、燃料ポンプの制御の仕方も変わりましたし、排気管が従来のものからステンレス製のものに変わっています。こちらの2000に関しては修理は難しいですが、ベバストヒーターであれば最新の FF ヒーターから10年以上前の FF ヒーターまで修理が可能です。また全国に取扱店がありますので、旅の途中でトラブルがあった時にも安心です。 FF ヒーターを取り付ける場合にはベバストヒーターを強くお勧めいたします。また正規代理店で購入取り付けをしますと1年間の無料保証がつきます。1年間はどこの代理店に持って行っても
無料で修理してくれますので、必ず取り付けは正規取扱店でお願いいたします。こちらはインディ727に取り付け予定の FF ヒーターですけれども、最初にお話しした通り、FF ヒーターとは強制給排気式ヒーターなので、こちらから空気を取り入れて、燃焼した後はこちらから排気されます。そして、こちらのヒーターの内部を加熱し、このヒーター自体が熱くなります。こちらのファンを回転させることで、こちらから車内の空気を取り入れ、空気を温めてから、こちらから暖かい風が車内に吹き出します。車内の空気の流れと車外の空気の流れ、完全に分かれてますので、排気ガスが車内に入ることがなく、安全に車中泊のできるヒーターになります。インディ727に取り付け予定のこちらのベバストヒーターですけれども、まずは、FF ヒーターの修理業務をしていた時に使っていたこちらのテスト台の方に、まずはセットして、FF ヒーターが問題なく作動するかどうかのテストと、分解掃除してからインディ727に取り付けたいと思います。次回の動画では、こちらの FF ヒーターのテストと分解掃除についてお伝えしたいと思います。大切なことなので2回言わせていただきますが、ベバスト社ではお客様ご自身で取り付けや分解掃除にすることを禁止しております。ベバストヒーターは正規取扱店に取り付け分解装置の依頼いただきますようよろしくお願いいたします。今回は FF ヒーターの説明と FF ヒーターのついていないインディ727の現状についてお伝えいたしました。今回の動画は以上になります。いつもいいねとコメントありがとうございます。これからも頑張って動画配信していきますのでチャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それにしてもこの FF ヒーターまだ一度もテストしてないんで大丈夫ですかね。